キャラ育成は順調ですか？白米です。チャオ、クラポンです。本日はキャラ紹介動画レジェンド編となります。今回もレジェンド各キャラのスキルで私が気になる箇所を運営に質問しました。やるじゃない。このスキルは何%発動なのか、このスキルにクールタイムはあるのかないのか、ある場合は何秒なのかなどなどの知識を皆様と一緒に深めていく動画となっております。レアキャラ編は3月7日に放送しておりますので、興味のある方はぜひご視聴ください。何気にレアキャラ編の番宣するとは。やるじゃない。そのレアキャラ編ですが、大変申し訳ございませんが、3箇所の訂正をさせてください。まずはミイラ。クラポンかなりの勘違いを炸裂させてましたね。ミイラのデバフはモンスターのみ有効となります。ほら、クラポン基本超適当に生きてるから。その適当を直してくださいね。フォローしたり訂正するのは私なんですから。 I'm sorry, ヒゲ sorry。 死後ですよそれ。そして有識者よりいただいたヘラの冥界の祝福の件ですが、ヘラの死後は効果を失います。これはビックラポンな結果です。そしてヘラのキャラスキルは精霊等には影響がないという返答もありました。ヘラ自身が冥界の祝福で 5% 攻撃力が上がってるのを見落としてたよ。今後も間違いなどがあればコメントや X 等で教えていただけると助かります。お願いします。それではレジェンドキャラの紹介に参りましょう。オーケー牧場レジェンドキャラカモン。今回も紹介の際、クラポンにチャプター、襲来、対人の評価も聞くのでよろしくお願いします。これどこまで育ってるかで話が変わってくる時もあるから難しいのよね。クラポンの主観で構いませんので、今回から一言もお願いします。ほいほい、やってみるく。ではまずは頑張れお母さん、オッターから。頑張れ母ちゃん。今回はオッターのキャラスキル、暴力、レベル1の最大クリティカル率とレベル2にクールタイムは存在するのかしないのかを運営に問い合わせてみました。なる。まずは最大クリティカル率ですが、なんと 100% だそうです。おー、最大 100% なんだ。そりゃビックラポン。続いてはクールタイムが存在するのかしないのか。クールタイム関連はもう傾向的に予想できるよね。クールタイムは存在しないそうです。確認お疲れ様です。アリーナや頂上アリーナ、遠征など常に相手の攻撃を受けるコンテンツに向いてますね。では最後にクラポン、オッターのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは三角。個人的には使用率低め、魅力的なスキルはあります。襲来封印は三角。オッタースキンもあるし悪くはないと思います。でもなんやかんやで3枠内に入れないことが多そう。対人は丸。みんな大好き獅子舞スキン。異論は認める。続いては魔王アトレウスです。出た当初は光り輝いてましたよね。魔王出た時は衝撃でしたよね。そんな魔王の質問内容は何でしょ魔王アトレウスのキャラスキル、魔王エネルギーレベル4、敵へのダメージ増加効果は何%か運営に問い合わせしました。う。いくつでした？ダメージ増加効果は 20% だそうです。質問に答えてくれる運営さんに心より感謝申し上げます。それではクラポン、魔王アトレウスのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは三角よりの×。
ダークエネルギー玉で影そらせたい人はどうぞ。襲来封印は三角よりの×。シールド所持時はバフつきますね。対人は丸よりの三角。状況に応じて選択肢には入るかと。異論は認める。続いてはそうです。今やそうなしは考えられません。そうの登場によりチャプターから封印襲来天空に至るまで難易度が劇的に緩和されましたよね。早めに欲しいキャラの一つやね。運営もそうは規格外の強さでそうより強いキャラを出す予定はないと言ったとか言わなかったとか。そんなそうですが、今回そうのキャラスキル雷鳴のさばきレベル2ハンマー召喚確率レベル3麻痺させる確率と再度麻痺させるのにクールタイムはあるのかないのか。レベル4小ハンマーはレベル2で出る大ハンマーと何が違うのか。そして条件問わず同時に最大何個のハンマーが出せるのかを運営に問い合わせてみました。めちゃくちゃ盛りだくさんだね。みんな大好きそうさんですので、気になるところを片っ端から集めたらめちゃくちゃ質問増えました。なのでどんどん運営の返答内容を発表してまいりますね。お願いします。まずはレベル2のハンマー召喚確率ですが 15% とのことです。続いてレベル3の麻痺させる確率ですが 20% のことです。続いてレベル3の再度麻痺させるのにクールタイムは存在するのかしないのかですが PVE では 0.21 秒 PVP では2秒とのことです。続いてレベル4の小ハンマーとレベル2の大ハンマーの違いですが与えるダメージが違い小ハンマーは大ハンマーの 50% のダメージを与えるそうです。最後に条件問わずハンマーは同時に最大何個まで出せるかですが大ハンマーは最大7個小ハンマーは制限数なしですがクールタイムが1秒あるとのことです。こんな面倒な質問にしっかり対応してくれた担当者の方に圧倒的感謝。個人で全てを調べるにはなかなか難しそうですよね。もし個人で調べて知っている人いたら尊敬します。それは変態レベルですね。それではクラポン、そうのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは丸。マルチ貯めたい人以外はマストです。襲来封印は丸。同じくマルチを貯めたい人以外はマストかと。対人は丸。状況に応じて使ったり使わなかったりです。これは満場一致でしょう。続いてはクレオです。クレオもそうに続く強キャラだよね。ですね。エレメントが強い今の環境ではクレオもなくてはならない存在かと。クレオはスキンも優秀だし可愛いよね。ですです。そんなクレオのキャラスキル劣化の玉座レベル2とレベル3の火の波の持続時間と火の波燃焼時の敵へのダメージについて運営に問い合わせてみました。なるポロリ。どうでした？火の波の持続時間は4秒で火の波燃焼時の敵へのダメージは 50% とのことです。へえ、50% なんだね。それでは
クラポン、クレオのコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは丸、常にスーパーブレイズ。襲来、封印は丸、レベル3のマーク5攻撃力プラス 40% は魅力的。スーパーブレイズがスキル選択から消えるのも助かります。怪人は丸、圧倒的火力。クレオも満場一致でしょう。最後は孫悟空。新キャラですね。スキン事件などもありましたね。クラポン的に新キャラの悟空はどうですか？持ってないんであれだけど、聞いた話をまとめるに貫突させると化けるみたいよ。庶民の我々には届かぬ存在ということですか。だに、レベル3のスキルも良さげに感じるけどね。どの道遠いですね。そんな孫悟空のキャラスキル、猿の一族レベル2の分身一体の出現率とレベル4のハートやポーションを盗み食いする確率を運営に問い合わせてみました。お、そこは気になるね。で、返答は？まずはレベル2ですが、孫悟空が攻撃した場合は 50% で分身を出し、孫悟空が攻撃を受けた場合は 100% で分身を出すそうです。攻撃したか受けたかで変わるのね。続いてレベル4ですが、ハートを盗む確率は 50%、ポーションを盗む確率は 70% とのことです。ポーション 70%？ 結構盗むね。おったら泣いちゃうやん。なかなか盗みますよね。ハートも2分の1で盗むみたいですし、この辺が貫突させると強い理由というわけですね。ハート1個で戦況ガラッと変わったりするもんね。ですです。なかなか凶悪なスキルなのかもしれませんね。そういや、盗み食いってことはお腹いっぱいになったら盗まなくなるんですかって運営に聞いといてくれた？そんなくだらない質問はしません。ピエン。それではクラポン、孫悟空のコンテンツ別の評価をお願いします。チャプターは三角。育ち具合によるだろうけど、持ってないので勝手なイメージです。襲来、封印は三角。説明文読む限りはそこまで向いてそうには感じませんでした。怪人は丸。貫突だと大暴れしそうなので丸評価。でも育ってないと評価がガラッと変わりそう。ごめん、持ってないから適当です。以上、レジェンドキャラ紹介でした。一番気になるレジェンドキャラということもあり、少し長めになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。クラポンは知らないことだらけで参考になりました。今後もこうやって視聴者の皆さんと一緒に知識を増やしていけたら嬉しい限りでございます。来週はエピックキャラ編となっておりますのでお楽しみに。それでは今回の動画は以上となります。モチベーションにつながりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。夢の収益化をしたいのでグッドボタンもお願いします。またねー。